ナスの蒲焼きです。いただきます。味はうなぎですね。とろっとしたうなぎ。味はかなり吸ってるので、めちゃくちゃ濃いです。今回2本分でタレ多めにしたんですけど、実際控えめでもいいと思います。今回参考にさせていただいたレシピとかあるので、そちら貼っておきますが、タレはキッコーマンの公式のサイトにあったもののうなぎのタレのレシピを使わせていただきまして、作りながらちょっとどうしようかなって迷った部分あったんで、参考にさせていただいたものがあるので、そちらを貼っておきます。中には片栗粉を振ってから焼くっていうものがあって、僕も最初はね、そっちで結構作ってて試作しててなんですけど、やっぱナス自体が結構味を吸うっていうのと、粉まぶすとその味の絡みが良くなるんですけど、良すぎてで味濃くなりすぎてくどいなって思うことがあったので、粉は振るのやめましたね。単純に手間にもなるんで、なくても美味しいんだったら全然それの方がいいなということで、実際いろいろ試してたら全然なくてもよかったんで、粉まぶさなくていいかなということで今回はなしにしました。あと結構山椒のアクセントがいいですね。このままだとやっぱちょっとくどいというか、食べるうちに飽きてきちゃう感じもあるので、個人的には山椒あった方がいい。もしくはなんかさっぱりしたものを乗せる刻んだネギとか大葉とかで、あとナスの蒲焼きの専門店というかね、お店で出してるところのものはこの下にね、鶏肉も入ってるらしいんですよね。でそれすごいわかるなと思って、いいなと思って、このナスの蒲焼きだけで食べるとやっぱね、ちょっとくどさがあるんですよね。味めっちゃ吸ってうまいんですけど、味濃いなみたいな。そこにやっぱ鶏肉入るっていうのはね、かなりいいアイデアだなと思いましたね。わかる。鶏肉入った方がいいのわかるわっていう感じ。ただベースはやっぱりさっぱりめでうまい。やっぱ山椒がね、かなりいいですね。最初の頃は山椒入れてなくて、ナス1本で十分だなって思ったんですけど、この山椒の爽やかさがあることによって全然食べやすさ違うんで、もし手に入ったりするなら山椒かなりおすすめです。ただもうめちゃくちゃうまいです。で、今回使ったのは長ナスで、こっちコストコで買っためちゃくちゃでかいナスですね。これ 260g ありましたね。なので、よく売ってる普通サイズのナス、一般的なナス3本分ぐらいの重さがあるので、かなりでかいんですけど、これで作ろうかなとかも思って、うなぎっぽい長さがあるんで、なんですけど、普通のスーパーでこのサイズなかなかないよなということで、スーパーで買ってきた長ナスを使いました。このナスもね、普通のものよりもだいぶ大きいんですけど、これと比べちゃうとすごいちっちゃく見えるんですけど、これが異様にでかいです。基本この長ナス1本で調味料大さじ1ずつぐらい、醤油大さじ1ベースぐらいでぴったりだと思います。大さじ2とかだとタレかなり余るし、1本だけでおかずにするっていうのであれば、タレちょっと濃いめ、多めに作ってもいいと思いますし、逆にこれぐらいでっかい長ナスであれば、醤油大さじ2ぐらいをベースにするとかでもいいんですけど、一応これ大さじ1でも作って、それもちょっとあっさりめかなとは思いましたが、別にまずくない。全然美味しく作れたんで、タレの分量はどう食べたいかとか、ナスの大きさとかによって変えればいいのかなと思います。っていう感じですね。今日はナスの蒲焼きでした。もう味はうなぎっぽいし、かなりあっさりしてるし、トロトロだし、全然こっちのね、ナスの方が好きですっていう人がいてもおかしくないぐらいうまいです。いいね。